みそじが作るシカゴピザ。狂気の沙汰ってこのことだよね。今朝はみぞれが降っていたカーリバ。どうもババアです。すんげえ寒そう、白様です。土曜の動画はドキュメンタリーナレーションじゃなかった？昨日白様とのナレーションに癒されたので今日も協力してもらいます。まあ気が済むまで付き合うよ。朝はこんな感じでみぞれだか雪だかわからない感じでした。時々雪が舞ってたね。風も強かった。体感温度が下がる条件揃ってんな。でもしばらくするとこんな感じ。完全に雪になった。そして午後、プチ吹雪。コンさんがお骨になって帰ってきた1月2日もこんな雪でした。今日天国に帰っちゃうのかな。一旦帰って新しい体を神様にもらって戻ってくるんだと思う。早く帰っておいで。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や料理とは全然関係ないポッドキャストなども概要欄にいろいろ載せているので見に来てね。皆さんの反応がババアの励みになります。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今日も沢子酵母がもりもり。冬でもお構いなしに育ってくれます。今日も早朝買い物へ。農家さん直売コーナー楽しんでんな。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 70%。分量の詳細は概要欄を見てね。で、今日は何を作るの？今日はシカゴピザっぽいのを作る。みそじが食うもんじゃねえな。旦那の胃袋中2だから。発作も1個収穫しましょう。まだちょっと青い部分があるけど大丈夫？少し放置して追熟させます。それではシカゴピザのソースと具材の下ごしらえ。玉ねぎアレルギーが玉ねぎカット3つにチャレンジ。もう辛いよね。薄めで切ってるのに侵入してくる。軽くレンチンすると目に染みないらしいよ。あ、それはめんどくさいんで大丈夫です。そこ面倒くさいが勝つんだ。昨日買って半分取っておいたしめじ。味噌汁に使うって言ってなかった？味噌汁さんからご提供いただきました。シカゴピザってパテをピザ生地の底に敷くってレシピに書いてあったんだよね。あれおかしいな。僕の目には鶏団子に見えるな。幻覚でも見えてるんじゃないですか。めっちゃパテっぽく潰してるけど九州産鶏使用って書いてあるな。肉成分はパテとウインナーにしようかな。30% 引きの。ほんとよく見つけるよね。これだけ肉成分入れたら旦那も文句言わないでしょ。すべて加工肉だけどね。映えトマトも切っておこう。最近このトマト農家さんコーナーで見かけるね。皮がしっかりしてて美味しいんですよね。ほな、ソース作っていきましょう。鶏団子が縦に割り切れてなくてさ。解凍が間に合わなくてちぎれなかった。
久しぶりに玉ねぎを3玉もカットしたね。ババアの粘膜とリューターリルの戦い。カットトマトとケチャップで味のベースを決める。ババアのことだからケチャップだけで完結させるかと思ってた。冷蔵庫の中に去年買ったカットトマトが入ってたんですよね。入ってなかったら 100% ケチャップで作ってたな。しめじと小松菜もドーン。溢れすぎてて草。蓋さえ閉まれば大丈夫。閉まってないね。今日のピザ生地は下焼きをします。下焼き？深めの器型にしないといけないので一旦軽く焼いて固定しておきます。なるほど、そういうことか。ピザ生地の器は2つ焼く。一つはおっさんのおやつになりそう。加水率 70% の生地は少々ベタつくけどピザ生地にはちょうどいい。いい弾力の生地だね。よっしゃ、これくらいで勘弁してやるか。力尽きてて草。四辺を立てて器型に整えます。編集でカットしてるけどこの作業結構大変だった。そんな大変な作業を2日後公開の撮りっぱなし ASMR で確認しよう。250度で10分の下焼き。焼いてる間にもう一つ。綺麗な器を作る方法はないのかな。アメリカの皆さんはどうやって器型にしてるんだろう。加水率 70% 生地めっちゃコンディションいいな。寄せては返す波のようだ。第1弾の下焼きが上がるまでしばし待機。もうこのまま普通のピザにしちゃえば。そっちの方が楽な気がしてきた。とりあえずシートに巻いて待機させとこ。Yadakusai. 待機時間はちょろこタイム。 Mewaku namoyoni. Nesafuli shechiro. 次はヨシヒコタイム。 Yochino kiyomuno muo maluga a. Yochemo netafuli shetalo kana. ゆっくりお休み。 Iwalandamo so saludi. 猫たちにディスられている間に下焼き第1弾が完成。それでは第2弾。今思ったんだけど、この耐熱皿を逆さまにして生地をかぶせたら。ちょっと白様天才じゃん。うん、よく言われる。いやマジで今度そうしてみよう。来週またシカゴピザ作りそうだな。来週はグラタンピザにしようかな。作る気満々だな。ピザソースを仕上げましょう。コーコーパウダーとケチャップ。塩も少々。そして鬼チーズ。めっちゃ入れるじゃん。アメリカの方に比べたらまだまだ。下焼き第2弾も焼けた。なかなかダイナミックな構図。ソースをたっぷり詰め込んでやりましょう。
なんかアメリカらしいな。ソース量に躊躇がないよね。さらに追いチーズ、カロリーすごそう。プチトマトで彩りを。それじゃあ焼いていきましょうか。めちゃめちゃ重そうだな。手首が折れそうなくらい重たい。焼いている間にいろいろ準備。これはさっきの発作？お正月に収穫した八作、今日のは来週まで追熟させる予定。適度に水分が抜けたくらいの八作が一番美味しいんですよね。綺麗な色だね。よし、焼けた。めっちゃ美味しそうじゃん。完成しました。シカゴピザのようなもの。パテの代わりに鶏団子。それではいただきましょう。今回はコーラが大正解だね。ご飯と味噌汁くらいの相性の良さですよね。ただね、これどうやって食べればいいんだろう。カットした時点でなだれ必死だよね。とりあえずカットしてみよう。ババア、シカゴチャレンジ。もうすでにメルティー。原型維持は不可能そう。カットに苦労するババアの生き様をとくとご覧あれ。暑いならおっさんに切ってもらったらよかったのに。ほんとそうすればよかった。さて、切ったはいいがどうしよう。迷いが隠しきれてなくて草。旦那との意思疎通ができてませんね。ちゃんと打ち合わせしとかないと。基本ぶっつけ動画なので、こんなハプニングもお楽しみください。おっさんがお皿出してたのに。小さくカットしたのでババアがもらいます。そこの部分なかなか切れないんですよね。今回はいつもに増してグダグダかい。ほら、頑張れ頑張れ。やっと分割できました。よしとか言ってるし、達成感すごいな。大仕事をやり遂げた気分です。肝心の味なんですが、これがまあ美味しいこと美味しいこと。それは画面からも伝わってくるよ。ピザ生地の耳の部分もパリパリしてて最高の焼き上がりだった。大
大変な苦労をして焼き上げたシカゴピザ、美味しかった。また見てね。今度は耐熱皿逆さかぶせチャレンジだね。バイバーイ。